このポイントが上がるだけでめちゃくちゃ若く見えるんですよ。ヒアルロン酸では頬は上がらないんです。皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。10歳若く見えるお顔のポイント知りたくないですか？それはですね、ズバリ頬なんですよ。ツヤ玉とかって言ってね、スキンケアとかメイクなんかではね、この頬に光を集めると、可愛く見えるよ、若々しく見えるよ、なんていう風にね、言われて、チークとかハイライトをね、塗ってる方も結構いらっしゃると思うんですけど、まさにね、それなんですよ。そうやってメイクとかの技術で頬を高く見せるっていうことは皆さんね、やってると思うんですけど、じゃあ、物理的に頬をぐっと持ち上げていく方法ってあるようで、実はね、なかったんですよ。そう言うと、ヒアルロン酸とか頬に入れてね、丸い感じの頬になるじゃないって言われると思うんですけど、あれはね、頬の高さを上げてるのではなくって、頬を膨らませてるだけなんですよね。なので、この頬の高さがもともと高い人がちょっと頬が痩せちゃってるなとか脂肪があんまりないなっていう方がヒアルロン酸をやるとちょっとぷっくりね、丸みがあって可愛く見えたりするかもしれないんですけど、じゃなくって私たちみたいに年齢を重ねてきて、だんだん頬が下がってきてしまっている。下がっているところにこの丸みを持たせたいなと思ってヒアルロン酸を入れても、この下がってるポイントは変わらずに全体が大きくなるだけなので、よくあるあんな感じのお顔になっていくんですよ。この頬を上げるっていう方法って美容医療では実はね、ないんですよ。だから今言ったようにヒアルロン酸も入れて膨らませるだけなんですよね。糸リフトとかもここは上がるけれども、頬は上がらないんですよ。なので一部だけつられて、一部だけ膨らんで変な感じの顔に見えちゃったりする方がいるということなんですよね。この私がお伝えしている顔作りのメソッドっていうのは、理学療法士とか再生医療とかそういったいろんなジャンルの先生に監修をしてもらって作ってるんですよ。で、その中で美容医療の先生がこの顔作りのメソッドを見ていて、この頬を上げるってことが美容医療ではできなくて、それができるのがめちゃくちゃすごいと。なんでかっていうと、この頬の位置が一番年齢を左右するからなんだっていうふうにね、おっしゃってたんですよね。なので、この頬を上げるっていうことは自分でしかできないんですよ。で、その自分でどうやって上げるのっていうと、そのポイントになるのがいつもやっているその筋肉と筋膜なんですね。頬が下がっちゃう原因っていうのは、頬って動かしているようで全然実は日常的に動かせてなくって、今私もこうやって喋っていて皆さんもね、聞き取りやすくお話ができてると思うんですけど、よく見ていただくと頬って全然動いてないの分かりますか？皆さんね、ほとんどがこの顎周りで話をしていて、この頬をこうやって動かして話すってことが、ね、あんまりないんですよね。接客業とか女優さんとかナレーターさんとかね、カメラに向かってお話ししてると、人から見た時のね、お顔を意識するので、笑顔で話すことが多いと思うんですけど、あんまりね、意識してない時っていうのは、ほとんどの方はこうやって喋っちゃってるんですよ。で、そうすると、この顎の筋肉ばっかり使って、頬の筋肉が全然使われなくって、こうやって引っ張られて下がってきちゃう。なので、まず頬を上げていく第一ポイントとしては、いきなり頬のね、癒着を取ったり筋トレをするんじゃなくって、まずは顎周りのね、この口角下声筋とかね、この辺の筋肉を緩めてあげるっていうのが大事になってきます。今回はその顎周りの筋肉を緩めるのも含めてですね、緩めて鍛えて、そして形を作っていくと、この3ステップで一緒にやっていきたいと思います。今回も頑張ってやっていきましょう。それでは、レッツゴー！口角の横に指を置いて少し圧をかけながらくるくるほぐします。口を下に引っ張る筋肉をほぐしていきます。少しずらして、もう一つずらして、鼻の横に指を置いて鼻の付け根をほぐします。鼻に向かって押すのではなく、頬をほぐしていきますよ。ここは普段使わない筋肉なので、かなり硬くなっている方も多いです。一つ下にずれて小鼻の横、少し上に押し上げるようにすると、さらに頬が上がります。黒目の下あたりに親指を置いて、少し上に押し上げるようにほぐします。にっこり笑ってくぼむあたり。丸い頬を作るために口輪筋との癒着をとって上に押し上げていきましょう。
目尻側に一つずれて、ここは頬の外側の筋肉、後筋につながって硬くなりやすいポイントです。頬骨球という頬の骨の下に指3本を置いて少し圧をかけてほぐします。ちょっと硬いところがあると思うので、そこを丁寧に。軽く口を開けてリラックスさせて、指の関節を使って側頭筋の端っこ、目尻の際をほぐしていきます。縦に3箇所、こめかみまで行きましょう。最初は目の横に骨がありますので、その際。一つずれて、もう一つずれて、この辺りは食いしばりがある方はかなり硬くなってます。ちょっと力を入れて少し後ろに引くようにほぐしてもいいですね。はい。今ね、頬周りとか、あとそれに関係するところのね、筋肉の癒着を取っていきました。だいぶこれだけでもね、動かしやすくなってきたと思うんですけど、今度はこの筋肉を動かしていきます。で、最初はね、この口輪筋ですね、口周りを動かしていきたいと思うんですけど、大きくあ、そして、とここのね、この顎ではなくって、この口のところ、ここをね、すぼめていく形、ここに力を入れていく形で、あ、とね、10回やっていきたいと思います。1秒ずつね、と10回ですね。では、やっていきましょう。口を開けると膨らむあたりに指を置いて、軽く押さえて後ろに引きます。大きくあっと開けていきましょう。顎に力が入ってませんか？顎は柔らかく、唇の周りだけに力を入れて、ちょっと引っ張って負荷をかけて。はい。ではね、口が軽くなったところで、今度は口角をぐっとね、持ち上げていくトレーニングをしたいと思います。口角のこの大頬骨筋という筋肉がここにくっついてるんですけど、この大頬骨筋をぐっと持ち上げていって、使っていくトレーニングですね。で、笑顔を作るときに皆さんこう横に引いちゃう方とかね、結構多いんですけど、横に引くのではなくって、この口の横と顎はリラックスした状態で、そのままここは動かさずに口角だけを上に持ち上げていきます。で、これが上手にできてるかちょっとわからないなっていう方は、こういったペンですね。ペンとか割り箸なんかをこう挟んでいただいて、で、そのまま口角だけを持ち上げてあげる。そうするとこの挟んでるとここから下がねロックされて動かなくなるので、純粋にこの口角だけをね持ち上げることができます。これをまた上げて下げて上げて下げて10回やっていきましょう。口角だけを上に持ち上げていきましょう。顎に力が入らないように柔らかいままかチェックして、慣れてきたらペンを外しても OK ですよ。頬をぎゅっと縮めるようにまん丸く持ち上げていきましょう。はい。ではですね、緩めて鍛えて、最後ちょっとね、形をストレッチして作っていくようにね、やっていきたいと思います。今度はこのお肌をちょっとこう滑らせたりするので、滑りのいいものですね、化粧水とかつけていただければと思います。私はね、このお顔の形を作るリモデリングっていうんですけど、それをやるときはね、必ずフィッターを使ってやってます。でこのフィッターっていうのは、これ塗るボトックスって言われるぐらいね、お顔の筋肉を緩めてくれて動かしやすくしてくれるんですよ。ほんとね、塗るだけで顔が上がるってびっくりするね、美容液なんですけど、これをね、使ってます。ご興味ある方はね、こちらの概要欄のオンラインショップにありますので、ぜひチェックしてみてください。スキンケアのね、ページにあるんですけど、定期購入っていうところからね、見ていただくとお得にね、購入できますので、こちらからね、見ていただいた方がいいと思います。で、軽く、ちょっと滑りを良くする感じでね、つけといてあげて、後筋と、あと頬ですね。で、側頭筋、このあたりにね、しっかり、ちょっとね、
湿り気を出してあげましょう。で、まずですね、この抗菌なんですけど、抗菌少し圧をかけてぐーっとね、ストレッチをしていく感じで斜め後ろ、どちらかというとこの耳の方向に向かって引っ張っていく感じでね、ストレッチをしていきます。これね、10秒やっていきますね。手のひらを抗菌にペタッとくっつけて、そのまま少し圧をかけて耳方向にぐーっと引っ張っていきます。真上に引っ張ってシワができちゃうような感じではなくって、斜め後ろにね、引っ張る感じで10秒やっていきますね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度はそのままこの抗菌につけてた手のこの真ん中のくぼみのところをね、ここの頬骨のところに当ててもらって目を隠すような感じでやっていきます。でそのままくるんとひっくり返して引き上げるというのをやっていきますね。目を隠してそのままちょっと圧をかけてそのままくるんとひっくり返して斜め上にぐーっと引っ張っていきます。これはね、大胸骨筋をね、ストレッチしてます。そのまま10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、最後はこのまま側頭筋のね、この L 字のところにね、手の付け根を当てていただいて、斜め後ろに引いていきます。てこの原理でぐーっとね、持ち上げてあげるとやりやすいと思います。いきますね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で抜けていきます。ちょっとね、このお顔の側面だと、この頬をぐーっと持ち上げて、最後こっちにね、抜けていくという感じで、これでリモデリングも完了です。今回はですね、緩めて、そして鍛えて、そしてね、ちゃんとお顔の形を元の位置に戻していくっていう風にね、3段階でやっていきました。頬の丸みを出したいって言った時に、この頬だけをね、見てはいけないんですよ。ここだけでは何も変わらなくって、必ずお顔っていうのはみんなくっついて動いてるんですよね。で、頬にくっついてるところっていうのはこの顎周りの筋肉とか後筋、側頭筋、ここがねめちゃくちゃ関係してるんですよ。頬が単純に下がってきてるんではなくって、口から引っ張られてたり、この側頭筋とか後筋から押されて下がってきたりしてるんですよ。なので、ここも含めて全部グッと持ち上げていかないとなかなかね、お顔っていうのは変わらないんです。一人一人の生活習慣によってどこが原因かっていうのはね、変わってくるので、もしね、自分の場合はどうかなとかね、もっとそのお顔の変え方知りたいとかっていう場合は、レッスンをね、受けていただくのもおすすめです。そのマンツーマンのレッスンも概要欄にある公式 LINE ですね。そちらにご予約ができるメニューがありますので、ぜひちょっとね、登録していただいてチェックしてみてください。詳しい内容もね、見ていただけると思います。結構摩擦が気になるなとか、あとはもっと効果的にお顔を変えていきたいなっていう方は、このフェイスポインターがおすすめです。このフェイスポインターはそのステンレスで摩擦なく、そしてね、お顔の筋肉に合わせた適切な圧になっているので、こうやってね、軽く押していくだけで、そのね、今日やったような筋膜の癒着が、こことかこことかで取れていきます。頬なんかもこうやってね、いつも私もやってます。手でやるよりももっとお顔変えていけると思うので、気になる方はね、こちらも概要欄のオンラインショップにありますので、見てみてください。こちらのね、クーポンコードを使っていただくと1100円引きで購入できますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは、加齢悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。ではまた。